はい、どうもはじめまして、バンプです。今回はシュタボについてちょっとね、解説していこうかなと思います。このね、メカニックのタスク、シューターボインインハイブンっていうね、シュタボ。ボルトアクションを使用してヘッドショットで PMC を倒すというやつなんですけど、これね、マップによって、7マップあるのかな。この7マップで、そのね、ボルトアクションを使って PMC をヘッドショットで倒せっていうタスクなんですけど、これ今ね、やってる人かなり多いと思いますんで、今回ね、ちょっと解説動画というか、マップごとのね、その借りやすい場所だったり、そういうのね、紹介できたらなと思います。まだね、僕がね、クリアしてないけど何を言ってるんだって言うんですけど、僕ね、ボルトアクションめっちゃ好きなんで、はい、キモいポジションとか、そのリス狩りのポイントね、一つ一つ教えていきたいなと思います。で、まずね、武器選びからしたら、僕は DVL というね、スナイパーライフルが好きなんですけど、その DVL、まあね、こういう武器なんですけど、カスタムとしてはね、これ今こんな感じで使うんですけど、これのいいところ、消音性能が高い。だってこっからここまでさ、サプレッサーなのよ。だから撃ってもね、あまり気づかれない。どっから撃ってるんだろうっていうのがわかんない。あと覗き込みが早い。エルゴがめちゃくちゃ早いです。こんな感じで54あって早い。で、長くないんで、取り回しもめちゃくちゃいい。近距離でもね、全然、その建物内での撃ち合いでも全然ね、使えるスナイパーライフルになってます。で、これね、デメリットとしてはね、高い。はい、高いんです。高いのがデメリットになってます。他のね、武器、これ以外にもね、おすすめのシュタボに使える武器紹介していきます。こういうのに関しては、結構好みなんですけど、VPO でやる人もいますし、モシンでやる人もいますし、で、もう一つね、僕のおすすめがあって、このね、オシリス T5000M っていうやつ。これ結構おすすめで、伏せて待ってるスナイパーを使う人はいいのかなと思います。これ何がいいかというと、安いっていうのもあるし、その、コッキングっていう機能ありますね。弾をとりあえず撃った時、こういうパーンって撃った時の、このコッキング、カチャカチャってする時。この時って、遠くの敵狙ってる時、見逃しやすいですよね。コッキングしてる最中。それが、その T5000 だと、めちゃくちゃ少ないの。はい、こんな感じで、遠く狙います。撃ちます。弾がありません。何してんねん、マジ。こんな感じで弾入れまして、入ります。はい。で、遠くを撃ちます。ほら、この時、コッキングのね、全然ブレないんですよ。これがね、かなりいいんで、こう待ってる時、伏せて待ってる時とかは、このね、武器を使うと、この次撃った時のコッキングからの2人目だったり、こういうのがね、やりやすい武器になってますね。T5000 もおすすめしています。僕はね、この DVL が好きなんで、取り回しも短くて、エルゴもね、早いんで、この武器が好きですね。はい、音もめっちゃ静か。はい。で、これも説明しとこうかな。一応、ボルトアクション、知らない方に教えると、これ撃った時に普通に撃つとすぐコッキングしますよね。でもこれ、撃った時、射撃ボタンを押しっぱにした状態にすると、コッキングしません。で、離すとコッキングします。なんでこれ撃った時、遠くのプレイヤーを撃った時に、やったかどうか一瞬ね、わからない時ある時は、これ長押しして、やれたのを確認してコッキングする。っていう方もね、結構使えます。はい、今ちょっと喋ること多いんでね、次々ちょっと行きたいと思います。んで、結構ね、好みにもよるんですが、スコープについてちょっとね、喋りたいなと思います。このね、タック30っていうスコープだったり、このね、レイザー、ブドゥ、16倍。いろいろあります。結構ね、初心者の方にお勧めするのは14倍のこのタック30というやつですね。これ結構ね、見やすいです、クリアで。で、遠距離、ちょっと広いマップやるよって時は16倍。このブドゥだったり、このレイザーっていうものをお勧めします。この2つはね、ちょっと高いですね。交換品とかもあるんですが、どんなサイトなのかっていうのもね、簡単にね、見せれたらなと思います。たくさんじゃあさっきこれ見てた14倍。こんな感じで見えますよ。次、レイザー。これね、赤ブドゥとも言われるんですけど、これがね、こんな感じのドットサイトになってます。倍率的にはこんな感じ。いいね。はい。こんな感じになってます。俺これ結構好きなんだよね。当てやすいし、なんか、ドットがね、ちっちゃいんで見やすいんで結構おすすめです。その代わりちょっとフリマで買うと高い。16万ぐらいです。次ね、同じ倍サイト。16倍なんですが、このブドゥと言われる、当初から昔からあるサイト。はい、これ。これね、これも結構見やすいんだよね。この赤いサイトで、1倍はこのサイト、6倍だとこんな感じ。ここね、当てやすくて好きですね。これは好みによります。16でも当てやすいっていう人もいるし、14がいいっていう人もいますし、いろいろあります。これはね、いろいろ選んでいただければなと思います。
一番上のウッズから紹介していきます。まあ、ウッズ、リザーブ、ショアライン、カスタム、ライトハウス、ストリートオブタルコフ、インターチェンジという感じでね、順番にそのキモいポジションだったり、リス狩りのね、場所紹介できたらなと思います。それではね、行きましょう。その前に高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは行きましょう。はい。ということで、ウッズの方にやってまいりました。で、ウッズに関しては他のマップと比べて、そのシュタボが進めやすいマップの一つなんで、初めてね、シュタボをやるって方はね、ちょっとウッズからやってみると簡単に進むのかなと思います。とりあえずね、そのポイント教えていきたいなと思います。まあ、あとはね、経験値で、ここら辺で生まれたら、ここにいるプレイヤーをやりに行くっていう、まあ、リスキルというか、そんなもあるんですけど、今回ね、それに関してはちょっと、ウッズに関してはね、それがあんまり狙いにくいんで、ほんとちょっと慣れてるプレイヤーの人しか多分それはもうわかんないことだと思うんで、ちょっとね、下が枯れるという場所だけ紹介できたらなと思います。今、こうマップで言うと、車脱出がね、あそこにあって、ビレッジ、まあ村のとこですね。ここね、結構初心者の人も結構来たり、プレイヤーもね、近く取ったら美味しいんで、立ち寄る場所なんで、押さえておきたいポイントです。はい、ここ結構ね、有名なポイントなんですけど、砂山ってね、この村の上のスナイパーポジションって言ったらよくね、言われるこの岩肌なんですけど、まあこの辺の岩肌から伏せて、こうやって狙ってる人がね、結構いたりします。で、こっちだとね、結構ね、丸裸でやられやすいんで、あえて僕が使ってるのはね、よく狙撃してるのはこのね、茂みの中の、この岩、はい、この辺。伏せれるんですよ、こんな感じで。ここね、結構良くて暗くて。ここね、一直線でこんな感じ走ってるプレイヤーだったり、この辺からなんか出てくる、漁ってるとか、スカブをやってるとかいう初心者とかがね、いっぱいいますんで、ここね、仮時になってます。はい。こうずっと待ってるとね、枯れると思います。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ来ました。これね、うつの今ね、マップの真ん中のでかい岩になります。このでかい岩のね、ちょっと山、上がっていきます。でかい山のどこ上がって、よくね、砂山って呼ばれる場所になってます。砂スカだったりいる場所だね。はい、こんな感じでね、裏山から上がっていって、ここね、2つ場所があるんで、ちょっと紹介します。このね、岩の上。はい。ここまで来ると落ちちゃうんで、ここでね、ずっと待つっていうプレイヤーもいたりします。ここで、この下歩いてるプレイヤーだったりを下骨抜く。この辺だったりね、この辺。あとはね、こっちの方とか見れるんで、ここで、後期狙う。これ山を登ってくる人だったらここから見えるんで、山上がってくる人をやる。だったり。ここ一つ目のポイント。ここ僕はあんま使わないっす。一応こういうとこもあるよっていうだけ紹介です。で、僕がよく使うのは、こっちからよく降りてって、なんか一回ね、バンカーの動画も出したけど、この貴重品脇があります。はい、ここ走っていきます。普通に上がっていきます。この下にもね、貴重品脇あります。まあまあ、それを無視して、ここの岩はジャンプします。で、これちょっと筋力が少ないと、ここに関しては難しいかもしれないんで、そっちのね、岩の上から狙うっていうのも大丈夫です。ただね、ちょっとね、筋力少ないと難しい。なんか結構技術がいる。僕ね、なんか、ワイプ直後から使ってたから筋力低くてもいけるとは思うんですけど、ここシビアっすね。はい、ここで伏せる。ここね、めっちゃ使います、僕。このシュタとかいるときも、ここから行けば、シュタフリーでキルできます。この辺にシュタいたらシュタやれるし、この辺にね、シュタ、ボスね、ウッズのボスとかがいたらやれます。この辺も全体的に見れます。この辺も見れます。ここら辺も見れますと。で、ここ何がいいかというと、普通のこっちでね、キルするんだと、後ろから来たプレイヤーにやられちゃうんですよね。抜かれちゃうんですけど、ここはね、後ろから来たプレイヤーから撃たれないんですよ。ほら、これがあって。あとはね、逆スナイプが怖いって感じかな。で、こっちの方とかもね、よく見てたら、伐採方面に走って行ってたりしますんで、このね、山の上というポイントがすごいね、借りやすい場所になってます。めちゃくちゃ見えるね、ここは。でも見えるということは、相手からも見えるということなんで、それだけ気をつけてください。この戦車とか普通に見えたりするんで、気をつけてください。はい。で、ここ降りるときはね、さっき来た方向から降りてもいいですし、ここね、こんな感じでゆっくり落ちていけるんで、こんな感じで降りても大丈夫です。はい、じゃあ次行きます。ということで、やってまいりました。今ね、ユーセックキャンプに来てます。このユーセックキャンプはね、なんか序盤結構ね、最適する場所になってます。
うほんと序盤だね、生まれてすぐ近くのこっち側で湧いた人と反対側で湧いた人がね、よく、ぶつかります。まあ、スナイプポジションとしては、こっちからね、生まれた人は、開幕が走って、こんな感じでね、この上に来れば、大体ね、向こうを漁ってるプレイヤーがいるんで、この辺から抜けたりします。こんな感じで、パチコーンって抜いてあげてください。はい、ここね、結構おすすめの場所になってます。はい、この上で待って、抜く、だったり。で、ここにね、カスタム M4 が湧くかもしれないんで、プレイヤー上がってくることが多いですね。あと、アタッチメント類もね、湧くんで、気をつけてください。で、ここのね、真横で、僕がね、下ボ結構進める場所、このポイントになってます。この辺かなこの辺かなこの辺か、この辺か、この辺から。プレイヤーって優勢キャンプ絶対に寄るんで、1レイドに1回チャンスがある場所になってます。はい。あっちからね、こっち下ってきたりしますんで、ここら辺か。はい。結構ね、見られるポイントではあるんですが、ここからね、ずっと覗いて、ユーセック漁ってるプレイヤー、ここにね、アタッチメントだったり、ガンボックスがあるんで、漁るんですよ。そいつを頭を抜くっていうのが、ちょっと初心者の方だったらね、やりやすいのかなっていう感じになってます。はい、ここ結構おすすめな場所です。このね、下からも狙ってもいいですし、この辺で伏せて、あっち狙ってもいいし、って感じ。まあ、ここはね、いろいろ応用できます。次はね、検問って言われる場所です。このね、座席、車の助手席にバイオレットキーが湧くと、湧きます。はい。で、こういうバイオレットを漁ってるやつとかを狙う場所になってます。このね、一直線道まっすぐ行った、はい、ここ。このね、山の上、めっちゃ狙撃ポイントになってます。一応、このね、正面の岩と、この右の岩、はい、この上のない山の上にも登れるんで、この岩に伏せて、この道、検問の方を朝に来てるプレイヤー狙うというポジションになってます。ここね、かなりやりやすいかな。で、ここ使ってるプレイヤーも結構多いんで、通るときは警戒するっていうのもいいかもしれません。あと、シュタボを進めるにあたっては、こう止まって、こうやって伏せてる。こういうプレイヤーを抜くっていうのが一番簡単なんで、まあ、こうやってここ狙えますよって感じです。これ全体的に見えるんで、アウトスカーツっていうのがね、向こうのウッズの出口の一つなんで、基本的にこの辺走っていったりするプレイヤーもいるんで、結構ね、狙う場所は幅多いですね。こっちから回ってくる人もやれます。あっちにもね、普通に捨てれますんで、あっちでやっても OK。で、ちょっとね、今走ってきたんですけど、ここね、今分かりやすにくいかな。さっきの紹介した砂山があの辺。はい、あの辺。と、あそこね、あそこら辺。ね、ちょっと森に入ってきました。伐採からちょっとね、伐採とさっきの岩の間ら辺。に、この森のとこ。あそこにアタッチメント小屋があるねって感じ。このね、倒木があるんですけど、この倒木。はい、ここ。ここの上上がっていくとね、上がれるんですよ。上がりすぎると落ちるんで気をつけてください。ここね、しゃがんでこうやって待ってるとかなり強いです。バレないです。僕みたいにこう青い服着てたらバレるかもしんないけど、ここでね、待って、この帰り、アウトスカーツ帰りの道をやるとか、これで待つとマジで強いです。ここ、本当は教えたくないですけど、使ってみてください。ほんまに沼ってる人は使ってみるとね、見ないんで、こう走ってても、あんな場所ね、プレイヤーいると思わないんで。はい。で、次の場所なんですけど、次ね、医療キャンプの方にちょっと紹介しようかなと思います。で、ここね、紹介したいんですけど、結構ね、難しいんで、ここに関しては。結構スナイパーとか熟練者だったらね、この辺からよく下を抜くっていうのもあると思うんですけど、難しいんすよ。うん。初心者がやるにはちょっと難しいんで、今回ちょっとやりやすい場所だけね、紹介していきます。まあ、あとはね、伐採でよく言うあの山とかめちゃくちゃいいんですよ。あの山の上から乗って狙うとかあるんですけど、みんなあそこ見るから、あんまおすすめしないかな。伐採の中に人がいてこっちバレてないんであればね、あそこの砂山使っていいんですけど、伐採の上の。今回僕はそこ紹介しません。医療キャンプからちょっと、ガサッと紹介していきたいと思います。医療キャンプのね、方にやってきました。医療キャンプの今こっちの方かな。あそこ医療キャンプで、ちょっと外れのこっちの方。このね、岩の上だったり、こんな感じで見てあり、このね、下、岩の上はちょっと割れやすいんで、下のね、こういう茂みとかがあるんで、その茂みのとこに報復して待つとか。はい。こういうとこでこうやって茂み、触れて、狙うだったり。こういうとこめっちゃね、おすすめです。で、足音が後ろから聞こえてきたら、後ろの方をね、全然やれるんで、
かなりいいポイントになっています。僕ね、今季このシュタボ2か3進めてる気がします。この辺で。あと、ここのね、低い岩とか。はい。ここら辺で進めたりしたね。どっちかなこっちかなこっちの、で、結構目立つんだけど、目立つところって、逆に言えば自分も見えるんで。はい。まあ、こんな感じで足音聞こえたら見るとか。いいポイントになってます。で、さっきあそこの時にちょっと言えばよかった。伏せてる時に、借りやすい場所があって、なんかね、コンテナの中とか漁ってるプレイヤーとかいたりするんで、そういうのがね、狙いやすい。はい。で、この医療キャンプの次に反対側。まあ、こっち側だね。この出口、ルーフとか。ルーフ出口があったら、こう緑のスモーク出たら、ね、出れるんで、みんなプレイヤーの出口にすると思います。こういうね、出てくるプレイヤーを狙うっていうのも一つの手でもあります。まあ、こんな感じでね、わかりやすくもこうね、こういう場所が狙う。医療ステーションだったり、医療キャンプ。狙えますし、あっちからね、走ってきてるプレイヤーも狙えます。全体的にここら辺狙えると思います。で、ここでもいいですし、こっちのね、左の奥、湖に近いところでも、狙撃することができます。はい、この辺。この辺ね、マジいいね。こう帰ってくる、向こうから、伐採から帰ってくるプレイヤーとか、ここら辺フリーでやれます。遮蔽なしで。かなりいいですね。うまいプレイヤーだと、逆に打って外すと打ち返されたりします。気をつけてください。まあ、こういうとこがね、フリーキル取れるのかなっていう感じです。まあ、ウッズだとね、まあ、この紹介したところが一番ね、借りやすいのかなという感じです。それではね、次のマップに行きたいと思います。次のマップへ行きましょう。レッツゴー。はい、ということでね、リザーブにやってまいりました。ちょっとね、今思ったけど、尺がやばくなるなと思って、この動画。ちょっとね、パパパッとね、紹介していきます。リザーブの今この上、クイーンの場所。はい、狙撃ポイントのこの横の岩。はい。ここね、伏せて狙うことができます。まあ、こっちの方でもいいですし、全体的にね、遠いけど見えます。はい。こんな感じ。で、こっちら辺やってるやつプレイヤー見えるし、でもね、結構クイーンの方ね、この山上上がってくるときに、このね、ポイントの道通ってくるプレイヤーが多いんで、基本的にここを狙うでもいいですし、来たプレイヤーを狙うっていう。タターンってやる。はい、このポイント、いいですよ。はい。あとはね、この上もね、かなりいいですけど、まあ上はもうわかるでしょうということなんで、ちょっと紹介しないです。もうリザーブに関しては結構、待つっていうよりは、リスキルが一番楽なポイントではあるんで、はい、こういうとこでもね、伏せて、見るっていうのも大丈夫です。はい。こんな感じで全体見れます。このポジションもいいですね。やば。逆に球体はね、なんかみんな見るから、こういう一個下のね、岩とかの方が、なんか狙いやすいっていうか、逆スナイプされないかな。で、今からこのね、紹介してる場所逆に抜けれるんで、皆さんもね、クリアリングするときは、さっき紹介してるところとか見ると、逆にね、頭抜けたりできます。で、このポジントね、本当にもうあんま教えたくはないんですけど、教えます。はい、ここね、サイコスナイパーにも最適。はい、ここ、乗ります。ここね、バレないんですよ。はい、しゃがんで、はい、ここ、一直線、向こう走ってきてるの、見れます。こんな感じで。で、C を押しながらスクロールすることによって、高さ変えれます。しゃがむ高さが。まあ、こういうので、位置調整して、ここね、マンホール出口なんで、マンホール出てるやつを頭抜くとか、できます。この辺全体的に見れます、ね。基本的にこんな感じの場所になってます。この辺、生まれた瞬間に、このね、丘の上とかで、この一直線見てると、プレイヤー横切ったりしますんで、こう結構使えます。この辺の近くのバンカーで湧いて、この辺から見る。っていうのは結構ね、使えると思います。リスポーンしてるプレイヤーを倒す。で、某有名なね、枝豆さんもね、あそこから最速湧いてから抜いてるシーンも見たことあると思います。はい、そんな感じで、まずリスキルのマップです、ここも。まあ、この辺もね、ちょっと伏せて待っておくと強い。あれでね、これリザーブの今端っこ、角のこのね、上から狙うっていうのでも全然 OK です。結構プレイヤーって、こういう場所、VO があったりするんで、このね、道通るプレイヤー結構多いので、上から、撃ち下ろす、見るっていうのも結構使えます。今回ちょっと行くのめんどいんで、紹介だけします。
まあこの光源は結構ね、リスポーンしてすぐに周りを見ると結構ね、枯れるポイントの一つでもあります。で、このままジャンプして、こっちね、某有名なね、枝豆さんがよくやってるのは、ここでね、湧きました。はい、ここで湧いたらすぐ走って、この上の、上上がって、ここね、伏せると、はい、この辺からね、出てくるプレイヤー、このね、脇のプレイヤーがこの辺走って出てきますんで、これをね、頭抜いて下を、完了できます。まあ、全体的にこんな感じの流れで、結構リスキルマップになってます。あとはね、ここ全然ボスとかね、湧いてなければ、この辺で待つっていうのもね、結構有効的ではあります。これね、車の、この辺来てるプレイヤーだったり、こっちのね、プレイヤー、移動してるプレイヤーとかで全然やれるんで、上でも全然抜けます。ここね、結構良きですね。ちょっと今天気が悪いね。はい、じゃあ次々ちょっと紹介していこうかな。足折れるかな、これ。怖っ。でも何回も余裕やけど、ガチでリスキルした方がいい。楽。で、このね、なんだろう、高台の上とかも結構ね、使ってるプレイヤーいるんで気をつけてください。はい、こことかね、こっちから湧いてきた人一直線にやれるし、こっちね、走ってるプレイヤーいっぱいいますんで、こっからもやれます。あっちのね、東大も同じことが言えます。まあ、こんな感じで全体が見えるよ。はい、次はですね、ここ。この上とかも結構使える場所の一つになってるんで、ここでずっと待つっていうのも全然ありです。この辺走ってるプレイヤー、横切るプレイヤーだったり、こっちの方よくね、あっち脇の人たちはね、通るときこの辺通ったり、向こう通ったり、結構ね、キル狙える場所あるんで、ここでずっと待つっていうのも OK です。はい。んで、これね、今リザーブの左下のエリアかな。はい、このエリアは、もう湧いてすぐ5分、ていうか2分とか3分までの勝負がすごいですね。ちなみに何がすごいかというと、ここのバンカー脇ありますよね、いいの。このバンカー脇した場合、出てから、正面。はい、あっちの方にプレイヤーもあるんで、要注意。あっちから狙ってるプレイヤーもいるんで、なるべく左側行った方がいいです。ここね、右側行くと普通に抜かれたりするんで、ここで湧いた人はこっち走って、この辺伏せるって俺やるっていうのは結構やってるね。一応プレイヤーがさっき紹介した向こうのね、方から湧いてくるプレイヤー絶対いるんで、その走ってくるプレイヤーがこう走ってきてる、ここを抜くみたいな。だったり、こう右側来たら、この辺来たら、パンと抜いていただいてもいいですし。結構ね、ここは生まれてすぐ、30秒ぐらいでキル取れる場所になっています。はい、あとここ。黒ポーンの裏側。ここも同じ感じで、このね、これに湧くんですよ。はい。ここに湧いた場合、まあ、記憶あるね。こういう風景。はい。ここで湧いてすぐに上がって、はい、ここ。はい、ここ。ここで見てると、さっき上がったプレイヤーが出てきますんで、ここを抜くとか。あとは、こっち来るか、こっち来るかなんで、絶対見えるんで、あそこから来るプレイヤーがどう動くかっていうのが。角でやれます。はい。外さない人だったら確定で、ここにいるプレイヤーやれます。ここで待つっていうのも結構ね、いい手ではあります。以上ね、リザーブは簡単にキル取れるというか、こんな感じかな。まあ、湧いた直後が結構キル取りやすいよ。なんか待つよりは、もう何回もレイドを重ねていった方が、リザーブに関しては早く終わるかなというイメージです。それでは次行きます。さあ、次、ショーラインにやってまいりました。ショーラインね、簡単に説明していきます。トンネルか。OK。トンネルの方だから、どうしようかな。一応ね、キモいんですけど、このね、場所。ショアラインも結構湧いてすぐキルすることが多いね。下ボって基本的にリスキルが多いんだよな。待ってっていうよりは。はい、ここね、マジでキモいポイントになってます。トンネル出待ちですね。はい。トンネルから帰る人は、不当に寄ったりする人が多いんですけど、はい、ここも見れます。はい、全体的にまあこっちのね、通る人でもいいですし、ここも一直線ね。はい、天気がいい日はね、もう一直線見れます。はい、走ってるプレイヤー抜けます。はい、以上。もうわかるね。はい、来ました。はい、この場所。見覚えのある人もいると思いますが、ここね、
パストゥライトハウスの出口になってます。はい。ここで湧いた瞬間、すぐに走って、正面の岩があるんで、こっちの方、沼地方面に走って、この岩の方に走ってから、この辺伏せますと。はい。伏せたら、この辺にね、リスポーンがあって、議長の家の周りだったり、あとはね、ビレッジ側でいたプレイヤーがこの辺、山のね、中とか走ってるんで、この辺見ると一人やれます。はい。これはね、僕の大好きな昭和ラインのリスキルですね。ここで湧いた場合、走ってすぐここ見る。この辺見ると絶対プレイヤーいるから、やれる。で、さっき紹介したね、トンネルあそこになります。一応見えます。トンネルの。伏せてる人。まあ、天気のいい日しか見えないから、ここからそっちをやるっていうよりはもう本当にリスキル。ここで湧いた人の特権みたいな感じになってます。で、ここで湧いた人ね、左にプレイヤーは絶対いないんで、右だけ、今言った議長の家とかあそこら辺の森を見るだけで大丈夫です。プレイヤーはここより左には湧かないんで。開幕はもう右見とけば大丈夫。はい、ということでね、次。昭和ラインのリゾートにやってきました。今、西島ですね。はい、西島。西島のね、屋上からもね、結構、狙撃ポイントがありますので、紹介していきます。まあ、これね、東島もね、同じこと言えます。こんな感じで屋上上がって、この辺、全体的にプレイヤー走ってくるの見えますんで、この上からやるっていうのがマジでいい。で、なんかね、ここからスナイプしてよっていう案ばかりの板があるんですよね、こう、ほら。はい、ここね。まあ、バレたら普通に抜かれるんですけど、まあ、こんな感じで見れますと。はい、こっちから走ってくるプレイヤーだったり、こっちからね、上がってくるプレイヤー全体的に見えます。これだったらね、いろいろ見れます。まあ、っていうかね、ここね、隠れてて、足音聞こえたら顔出して、この正面から入ってくるプレイヤーをやるっていう感じだったり、こっちの東の正面から入ってくるプレイヤーをやるっていうのが結構ね、使える場所になってます。結構タタタタタって中にね、走っていきますんで、向こうの方。まあ、こんな感じかな。はい。で、あと、西棟の301っていうね、美味しい部屋があるんですけど、その美味しい部屋の場所が、あそこになります。あそこの部屋になります。あそこを狙う狙撃ポイントも昔から存在してます。そこもね、紹介できたらなと思います。これね、マジ昔から使うよな。はい、ここのね、横の方、砂塚がいる方のオレンジの屋根の場所。これ見てから懐かしいなーっていう思う人もいるかもしれない。ガチで懐かしいの。はい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 、スタミナ貯めて、ジャンプします。これってさ、俺筋力エリートだからいけんのかな？わかんない。ここに関してはね、いけないかもしれない。まあ、横からも狙えると思います。はい。ここから伏せて、はい、ここ。あれ待てよ。あ、合ってる合ってる合ってる。はい。ここが301になってます。で、ここ待って、ここ鍵開けて、ここら辺 PC とか漁ってるプレイヤーを頭をパン抜く。やり方がね、結構使えます。はい。あそこから入ってきて、渡りますね。あとこの横でもいけんのかな？なんか岩がいろいろね、変わってるから、あ、いけそうだね。角度さえ合えばいけそうだな、これ。あ、いけるね、これ。はい。一応ここでもいけます。でもちょっとむずいな。うん、茂みがあるから。一応この部屋が301になってます。あとね、このお隣さんの岩もね、結構使えます。東棟あたりをうるちょろしてるプレイヤーがいましたら、あ、銃声がしてるなーって。東棟の方銃声してるなーって時は、こっちのリゾートの。はい、この山。でもこの山ちょっと変わったね、将来にリワークで。うん、ここ伏せてると、見えますんで、いろいろ。中央棟とかうるちょろしてここに出てくるプレイヤーだったり、奥の方、こっち走ってるプレイヤー、この辺をうるちょろしてるプレイヤーとか。さあ、やってまいりました。今さっきリゾートの東から、こっちね、車出口があるとこですね。今期から追加された車出口のある場所になります。はい、ここのね、あそこ車出口なんで、このね、
ここで待つっていうのはめちゃくちゃいいです。これでずーっとこれ待っといて、もうこれマジで終わらない人を使ってね。はい、こんな感じで、車にお金が入ったら、はい、ここから覗いて撃つ。それだけです。簡単な仕事ですね。で、車の判定が今回、後ろじゃなくて横にしかないんで、判定が狭いんで、結構放置して止めてる人が多いんですよね、伏せて。だからここを狙う。はい、以上。以上っす。まあ、その前でもここでね、ここから牧場、ここから走ってくる、農場エリアから走ってくるプレイヤーをやってもいいですし、まあ、自信ない方はもうずっとインキャして、お金入ったらやる。神っす。はい、じゃあ次行きます。これ結構ね、この辺はね、リツピルで結構使える場所になって、ショアラインの右側って、もうほぼ高原なんですよね。はい、こんな感じ。建物もなく、ほら、ほぼ高原やん、荒野。なんで、この辺で湧いた人は鉄塔の下、はい、この辺の岩から伏せて、このね、登り、電波塔の上の登りだったり、このね、道のどことか、こうやって見てると、プレイヤー走ってますんで、それをやるだけで終わります。はい、これ結構コツかな。昭和ラインの。さっきのリザーブでも言ったように、何回もね、やっぱレイドを重ねて、湧いてすぐ1分以内が勝負です。ここ紹介するんですけど、ここね、このね、リスポーンがあるんですよ、一応ここで。ここで湧いた場合のみ使えるキル。めちゃくちゃいいキルがあって、はい、この辺、電波塔のね、真下で湧いた脇。ここでね、湧いた場合、上にね、走っていきます。はい、とりあえずね、電波塔に走って入っていきます。入って1分以内に、電波塔のあっち、海側、青トタンが見える方まで走ります。はい、ここ。ここマジで終わる。気持ち悪いぐらい終わる。みたいな。嘘だと思って行ってみてください。これ始まって、はい、すぐここ。ここに走ってきます。伏せます。とりあえず、この辺見ます。プレイヤー走ってます。これガチっす。この辺とかいたりします。あそこで湧いた場合のみね、こう走ってくると、この辺プレイヤー走ってたり、リスポーンしたプレイヤーがね、この辺います。青トタン脇がここに BMC 脇があるのと、このね、真ん中にある、あとこの奥にもあるんですよね。BMC 脇が。そのプレイヤーがこっちの方走ってきたり、この辺走ってきたりしてます。マジ枯れます、これは。おすすめ。で、今ね、青トタンの方にやってまいりました。ここね、リスポーン。青トタンの方でリスポーンした時に使えるやつ紹介します。青トタン基本的にこの辺でリスポーンします。湧いてすぐに走って、右だね。はい。このね、右の方に脇があります。そいつと1対1のワンオンワンを仕掛けるっていうのがかなりね、シャボ進めやすいのかなと思います。まあ、走ってきて、開幕今30秒、リスポーン湧いて30秒、40秒、50秒。まあ、1分以内ですね、この辺。まあ、1分ぐらいかけてここに来ます。はい、ここ。この辺プレイヤーいます。なんで、湧いた瞬間、青トタンで湧いた瞬間、こっちの走りで伏せて待ってれば、この辺からプレイヤーが走ってきたりしますんで、結構、強い。で、この辺とかだったら見やすいんで、こっち来なかったプレイヤーはあっちの方走ってますんで、後ろから抜けるとか。この辺荒野ね、いろいろ広がってますんで、プレイヤー見えると思います。だからこっちいなかったら、絶対こっちの方面に走ってるんで、プレイヤーは。はい、絶対湧くんで、この辺。まあ、そういう考えで大丈夫です。はい、じゃあね、やっとね、今、不当の方にやってまいりました。マジ昭和ライン大変だよ。ここまで20分かかってる。さあ、こっちの方、昭和ラインの不当の方に来て、これね、ここは昔からね、100メートルタスクの時からよく使われてるポイントで、不当の出入り。ここね、結構一直線になってるんですよ、不当の出入りって。だからここを狙う、ちょっとやり方ですね。で、今季はね、こういう緑スモークとかで出口がわかるんで、出口がある場合も狙うと結構ね、便利な場所になってます。はい、このね、砂山。砂山なんか、ちょっと傾斜変わって、あれなんですけど。はい、ここ。この辺から、岩っていうよりは、このね、茂みがある方を選んだ方がいいです。この辺。はい、この辺もうほら、狙います。だいたい150メートルくらいかな、ここ。ゼロインとか加えて150メートルで合わせてやるといいです。ここ一直線走ってるプレイヤー頭抜ける、この抜けるとか。で、横側も一応通れるんで、この辺ね、通ってるプレイヤーもやったり、あっち出口なんで、あそこ出口向かってるプレイヤーをやる。
ここ結構ね、使える場所になってます。ぜひ使ってみてください。ショーラインで基本的にこんな感じです。じゃあ次のモップいきます。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも